ボンジュール。前回の動画をご覧くださった方、ありがとうございます。でももしかしたら物足りなく感じていらっしゃるのではないでしょうか。ご紹介した桜はようやく花をつけたばかりというところでしたものね。でもご安心ください。今日はその続きをお届けしたいと思います。植物園、今日は日曜の朝、よく晴れていますので、やはり家族連れが多いです。さてさて、桜の名木、白鯛はどうなっているでしょう。遠くからでも白い花がたくさんついているのがわかりますね。そして近づくとますます白が濃くなってきました。さすがにたくさんの人の注目を集めています。反対側、東の方から見るとこんな感じ。どうでしょう。七分咲きといったところでしょうか。淡い緑色の葉っぱに清らかな純白の花。こちらのマダムは花の香りを確かめようとしているようです。こうして花が咲くと人間だけでなくミツバチもたくさん集まってきています。木の柵のところに女の子が座っています。確かにあの場所、この白鯛を見る特等席かもしれませんね。白い花のドームの下にいるような気分がするのではないかと思います。この女の子はお母さんに促されて花の方へ。おやおや、ここでは女の子が中に入っていってしまいましたけど、ノノノンとお母さんが慌ててたしなめていました。枝が地面についていると赤ちゃんの目の高さでも花が楽しめる、手を伸ばせば触れられる桜なんですね。子どもたちの目にこの桜はどんな風に映っているのでしょう。今年白鯛を見に来たのはこれで3回目ですけれども、また満開まで待ってみましょうか。植物園には他の花も咲き始めています。これはポピー、なんだかとても可愛らしい感じですね。植物園を出て日曜日の朝の街を歩いて帰りましょう。このマダム、カートを引いているところを見ると、これからマルシェで買い出しでしょうか。確かこの近くにはムフタール通りがあって、食の店がたくさん並んでいるはずです。やってきました。最初に目に入ってきたのは山盛りのリンゴです。見てください。こんなにたくさん。量り売りですけれど、1キロ2ユーロ20ということは300円弱でしょうか。4キロ以上なら 1.90 ですって。素朴な感じのするリンゴ、美味しそうです。そしてストリートミュージシャンが歌っていて、なかなかいい雰囲気ではありませんか。さて、ここで皆さんが行列している先はと言いますと、パティスリー。きっと中ではパンも売っているのだと思いますが、外のウィンドウのケーキに目が吸い寄せられてしまいます。エクレア、フランボワーズのタルトにフレジエ、そしてパリブレスト。パリのパティスリーの定番ですね。お向かいは八百屋さん。
いちごがちょうど出始めたところのようです。この辺りはサラダ菜、かぼちゃもありますね。ジレットプロデュクト、生産者から直接ということがお店の名前になっているんでしょうか。おや、くるみがあったり、ここにはアスパラが出ていますね。ポワントアスペルジュということは先っちょだけを売っているのかな。そしてここには立派なアスパラが束になってます。ジョンキーユ、ジョンキーユ、気づいせんと道行く人に声をかけた花売りの女性がいます。ここにも水仙、ここにも色鮮やかなショーケース。マグレブ地方アルジェリアあたりのスイーツで、ここにあるのは伝統的な感じですけど、これは現代的にアレンジしたスイーツですね。そのお隣は魚屋さん。ラングスティーヌ、テナガエビなどがきれいに並んでいて、ガラスの瓶に入っているのはおそらくスープ・ドゥ・ポワソン、魚のスープでしょう。このカゴの中にはムール貝ですとか貝類があります。そしてもちろん牡蠣もいろいろな種類が揃っていますね。そのまたお隣は酒屋さん。お店の前に盛大に並んでいるのは、見たところほとんど10ユーロ以下のお手頃ボトル。気軽に買ってすぐに開ける感じでしょうか。この一角でおいしいランチに必要なものが全部揃ってしまいますね。そしてここには花屋さん。今回のコンフィヌモンでは食料品などの店だけでなく、花屋さんも営業が認められているのが嬉しいところです。さて、2日後の火曜の朝、また植物園にやってきました。今日は正門から入ります。白栲、もうすぐにわかりますね。たくさんの人が周りを取り囲んでいます。今がちょうど見頃よねとお話しされているマダムたち、私も同感です。遠巻きにして全体の姿を捉えようとしていたり、近づいて花顔を覗いてみたり、皆さんそれぞれ思い思いにこの美しさを写真に収めようとしています。この女性は私と同じように全体像を動画で捉えようとしています。そうそう、その場所、思わず覗き込んでみたくなるんですよね。それにしてもこの枝ぶりの見事なこと、まるで竜が地面を張っているかのような梅、画稜梅というのを日本で見たことがありますけれども、桜でこのような姿なのはかなり珍しいのではないでしょうか。セボ、綺麗よねとママ。
子どもたちも何やら答えているのかしら。そう、このくぼんだところ、まるで桜の森の小道のように思いませんか？幼い子供なら中に入っても皆さん許してくれるような気がしますけど、私はそうはいきませんから、外から中の様子を鑑賞することにいたしましょう。この満開の桜を前にすれば、誰もが心を開いて笑顔になれる気がします。お隣でカメラを構えていた虫は、やはり私と同じように開花がいつになるか何度も訪れてみたようです。そしてちょっと調子に乗って「Je suis fière d'être japonaise」日本人であることが誇らしいですと私が言うと「J'imagine」そうでしょう、無理もないと相槌を打ってくれました。かと思うと横で一体いつ植えられたのかしらという女性の声が聞こえてきたので、1960年頃らしいですよと植物園のサイトで仕入れた情報を私はちょっと得意げに披露しましたら、あら、もっと年取ってるかと思ったけど思ったより若いわね、私と同い年、通りで美しいはずねと笑っていました。日本人の私は桜を見るとどうしても和歌や歌舞伎の場面が浮かんできたりするのですけれど、両手を蝶のように広げて豪華なドレスのようねとささやき合っているマダムたちがいたりすると、なるほど、例えるものにもお国柄が出るのだなとちょっと感心しました。アーバー・ホマーカブル、結出した木というプレートがかかっていますけれど、これはフランス国内で特に歴史があったり美しさの点で突き抜けている名木を認定する組織というのがあるようで、その組織からも特別な木として白栲が認められているという印のようです。去年の春のコンフィヌモンでは自宅から1キロ圏内しか外出が認められていませんでしたので、ここまで来ることはできませんでしたが、今年はこうして満開の白栲をめでることができました。